とうございました。気をつけて。ここは父が30年前にここでも工場やってたんですけど、父親がなんか書いてた文字をちょっと残してます。ありがとうございました。気をつけて。頑張れるじゃないけど見られてる感もありますね。もうなんか熱々でやっぱ挟めないんで、最初にもうやっといて冷めた状態で挟めるようにしてます。一晩かけてゆっくり発酵させてたやつ。こっちはぶどう食パンです。こっちはいろいろちょっとサンド用のパンだったりとか。パートさんがそうですね、7時に、はい、今日もなんですけど、それまでね、一人で黙々とやってるから、おはようございますまで誰とも喋らないですね。全然仕事と関係ない考え事したりとかできますね、この時間で。お昼に何食べよう。あ、食べられます？いいんですか。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。ありがとうございます。
ただきます。これ桃クリームですね。さっき言ってたデニッシュの中に入ってる桃クリームです。こちらがカレーですね。これは製あん所のあんで美味しいやつです。粉とか仕入れてる業者さんが紹介してくれて、でいろいろ試したんですけど、これが一番美味しいなと思って、粒あんパンなんですけど、当たりだけに栗入ってるんですよ。当たりです。こうたっぷり入れる。そうですね。一口目から食べたい派なんです、具を。なかなか具までたどり着かないやつないです。あれがあんま好きじゃなくて。何を頼まれたんですか？クリームパンです。ミニクリームパン。はい。でもお客様のなんかそのご注文があったら、はいそれに合わせて。あ、そうですね。なんかできることはなるべくやりたいなと思ってて、可能な限りお答えするようにはしてるんですけど。ちっちゃくて指がつりそうになる。ちっちゃい可愛いですね。ちっちゃいですね。こっちは普通のクリームパンですね。うちの。
こんなん入ってるんですか？そうなんですよ。クリームたっぷりすぎますたっね。ぷりなんですよ。笑っちゃいます。びっくりしました。マジですかはい。ミニと比べたら全然ちゃうでしょ。全然違います全ね。然違います。で焼き上がりが。これはBLT サンドですね。これって浮き上がってくるんですか？そうですね。焼いたらそんな目立たないですけど、読めるようにはなります。見ます？本当だ。あるんで、木曜の段階でちょっとくるんちゃうみたいな感じだったから、4種類のとろけるチーズが入ってて、今めっちゃ美味しいですけど、冷めてもチンしたら結構とろとろまたなるんで美味しいです。チーズ好きにはたまんない感じです。枝豆、コーン、ピーナッツ、大葉、エビ、かけ1でお大物です。お願いします。お願いします。今のは何の？今日の予約の確認情報共有というか、焼いたやつをこう店出しちゃうと。こちらも白バラ牛乳さんで、はい、そうなんです。揃えられて、うち食パン仕込みはこの牛乳でやってたりとか。はい、そうなんですね。はい。そちらは何なんですか？これは桃のデニッシュに乗るミントですね。桃のデニッシュに乗せるミント。はい、ハーブです。私も下手で何回か辛くしてるんで、ああ、そうなん今は結構いい感じに育ってます。へえ。
ミントですね。出ましたね。開けると全然違う。そうなんです。なんかイメージがねまた変わりますよね。いらっしゃいませ。おはようございます。よくこちらには通われてるんですか？はい、もうお世話になってます。で、うちイベントさせてもらってて、ここ借りたりとか。で、去年仮装大会の、はいね、はい、1位決めてくださって。そうそう、うちもお飛び入りでさんがやってもらって。お待たせしました。いつもありがとうございます。気をつけて。もともと家が近くって、でも散歩してる時にここを見つけて、イートインもあるし、美味しい。全員家族好きなので、朝ちょっと余裕ある日は土日来たりとかしてます。ちなみに好きなパンなんですか？焼きそばパン。焼きそばパン。あ、いいですね。私は今日も買ったんですけど、チョコレートの入ったクロワッサン。イベントというか、そういったのはもう毎年恒例的にやられてるんですか？そうですね。はい、去年からここをお借りしてて、でハロウィン特製のお化けのパンとか、かぼちゃのパンとかも作ってくださってて。じゃあもう地域のイベントみたいな形で。そうですね。はいはい。こんな感じですね、サイズ感で。全然違う。いいですね。
卵フィリングですね。今クリームパン焼きたてです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお願いします。お持ち帰りの袋ございますか。あ、これで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。今のお客様は。まあご近所さんでめちゃくちゃ仲良くしてもらってる人で、一一緒に卓球やったりね、いつも。はい、卓球仲間です。あ、後藤さんが。あ、そうです。私夕方今の方はご夫婦と卓球で汗流して。これで流されたら。香りますね。そうなんですよ。いい香りですよね。
チーズもゴロゴロですね。チーズも多いんです。なんか全部具ちょっと多いって言われスタッフに文句言われたことある。すごいお腹いっぱいになるからいろいろ食べられへんって言って。切ってないの？切ってない。切ってもらう。すぐ切ります。はい。はい。ありがとうございます。あ、また見せます。すいません、お待たせしました。はいどうもいつもありがとうございます。いつもありがとうございますいってらっしゃいませ。ありがとうございました。焼きそばパンまもなく出来上がります。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございました。うん。うんうん。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。お願いします。いらっしゃいませ。はい。でも泊まりに来る。これや。こっちに。おはようございます。もうよく通われてるんですか？そうなんです。めちゃくちゃよく来てくださるんです。お母さんのおすすめのパンは？おすすめパン最近ちょっとハマってるのがアンドーナツ。あ、ほらね。アンドーナツのパン美味しいんです。で山形そば山は形ずっと食べてくれてはって。ずっと。はい。最近ね朝も夜もパン食になったんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。ありがとうございました。こちらのお店はよくも来るんですか？たまに。いつもじゃあゆっくりしてこうやってドリンクとか。何のパン食べてるか見せてもらってもいいですか？ああああああ。まだ6ヶ月、もう7ヶ月になるんですが。やっぱワンちゃん連れてやっぱ来れるお店ってすごいありがたいですありがね。たいです、とっても。一緒にワンちゃんのおやつもあるので、一緒に。はい。そうですよね。家族でご飯食べれるって感じですよね。はい。お待たせい
られた。こんだけ広いので、やっぱこの大型犬を連れて歩くっていうちょっと気兼ねなく行けるのもまた一つ魅力かなと。それこそね、触りしか教えレモンの冷やすパンです。そうや、こんなんそうリボンで一つで終わりよね。あ、これね、そうなんですよ。アメリカのアンティーク。なんかステンドガラスもありますし。あ、そうそう、あれもね、そうなんです。あれもアメリカの結構古いステンドグラスで、そういう雑貨屋さんで買ったんですけど、その雑貨屋さんがなんか店舗設計もしてるって言って、いらっしゃいませ、おはようございます。で、結局そこで設計もしてもらって、それでこういうのもいっぱい取り付けてもらって、その雑貨屋さんで売ってるやつを。あ、じゃあレジのタイルとかですか？あ、そうそうそう、タイルも棚は持ってたんですけど、タイルをアンティークのタイルで買ってもらって、トレーとトングを置いてるやつとかもうちの工場にあった道具入れを加工してもらって、あれにしてもらったりとか。加工してもらったんですね。あ、そうなんです。もともと結構油だらけの工具入れやったんですけど、綺麗にして上にこのトングかけるとこを取り付けて味があるんです言ってくれたからそのままで使ってます。いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとう。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。ミニクリームパン。そう、ちょっとちっちゃいの作ってもらって。今日このミニクリームパンはなんか特注みたいなんですけど。これちょっと今日保育園のママの集まりがあってでそこに差し入れにお騒がせしました。ありがとうございます。気をつけて。おすすめはもうクリームパンですかね。やっぱりクリームパンなんですか？多分大阪で一番クリーム入ってます。爆発パン。バクも出てクリーム多すぎて爆発しちゃうの？そういうことか。そういうこと？そういうこと。こちらで働かれてるんですか？アルバイトさせてもらってて。なんかいつもまあ一緒に働かれて、どういうなん方？か常連さんをすごいびっくりするぐらい全員覚えてて、なのでもうこう町のパン屋さんって感じですかね。なんかあれお願いわかりましたで伝わるみたいなそんなやり取りがよくあるんで、そんな印象ですかね。え、ほんまですか？私が多分教えました。じゃあこんなとこあるんや。なんでお気をつけください。ありがとうございました。気をつけて。クロワッサンが今一番ここの気に入ってるんで。クロワッサンがお気に入りですね。後藤さんもめちゃくちゃいい人ですよね。そうなんですよ。じゃあ娘さんも安心して働けるというか。駅から平野駅から家帰るときにちょっと開いててシャッターがで看板出てて何やろうみたいなって思ったらパン屋さんって聞いてで空いてる日にたまたま行ったらでもめっちゃパン美味しいみたいな。これチョコですね。色のついたチョコ。
これにしようかな。いけました。あんまり書いたらこの文字が埋もれたら文字がね読んでほしいんで。すごい。めちゃくちゃ嬉しいです。いいですね。可愛くて華やか。今日はありがとうございます。いらっしゃいませ。32万人。あ、そう今日取材来てくださってる方。おめでとうございます。ありがとうございます。登録32万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったです。めちゃくちゃ華々しくやっていただいて、可愛いですよね。いろんな色がめちゃくちゃ可愛いです。もうご注文してた以上の。本当ですか？はい。いや、それは良かったです。いつもありがとうございます。あ、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。どちらまで？ちょっとお店の買い出しにちょっと行ってきます。買い出しに。すぐ近くです。はい。お願いします。はい。いかがですか、その開店から今まで見てきてというか、はい。なんか変わったこととか。それはやっぱりね、すごい売れっ子パン屋さんになった。やっぱり徐々に、はい、美味しいのがこう広まって、はい。ワンちゃんが来れるようになったのももう最初からではないので、本当にもうだんだんこう少しずつ変わっていったっていう感じですかね。はい。後藤さんの、お人柄って高校生の時に思ってたのとは違った印象ですね。おとなしいっていうか静かな方なのかなと思ってたらすごく面白いし接客もすごく素敵な接客ですし素敵な方ですね。オープニングからそうですね、ほぼオープニング同級生という。まさかこの同じクラスにはいたけどこの人と一緒に働くなんて当時はもう1ミリも思ってないお互いにすごいですね。なんか巡り合わせってあるなと思います。はい、ありがとうございます。すっごい助けられてます。本当に、彼女がいたから今があるみたいなこのお店があるみたいな本当に助けられてます。でも彼女だけじゃなくてね、本当たくさんの人に助けてもらってって感じですね。12月で9周年になります。今が9年目ですね。だから長いですね。長いような短いようなですね。まだまだね、これから細く長く続けていけたらなと思ってるんで、どうですか、この今、開店してから変わったこととかはあるんですか？でもずっと来てくださってる方もあるけど、やっぱお客様も入れ替わるっていうかね。本当に幼稚園やった子が中学生になってちょっと思春期になって前みたいに喋ってくれへんようになったりとかそんなんもあるし、でさらにまた成長して喋ってくれたりとかね、なんか本当楽しいです。いろいろ、やっぱお客さんあってこそなんでやっぱり楽しい毎日ね、本当楽しいですよ。いろんなお客さんがいて、でも本当楽しいよね。楽しいな。でも今日もおもろかったな。そうこんなお客さんおってなとかってとかもあるし。お昼しません？お腹減りません？いいですか？食べましょう一緒に。私もほら朝とか食べないからお昼めっちゃがっつり食べるんですよ。いつも。いや、お腹空きました。お腹空きましたね。はい。食べましょうか。いただきまいただきます。どうぞ。
やっぱついついずっと朝からパン見てたら、お昼はご飯とか麺食べたくなって私はパンも普通に食べるんですけど、こういうお弁当をいただくこと多いです。あ、いえいえ、ありがとうございます。よかったです。ごちそうさまでした。このポストなんかはその当時のままですね。父がつけたやつがそのまま残ってまして、なんでなんかこういうちょっと大きな電力とかの名残、撤去するのにもお金かかるので、もうそのまま残せるやつは残してまして、クレーンとか、はい、この地面を一応ペンキ塗ってるんですよ。壁の一部と地面塗ったんですけど、このすごいまだらになってるここだけは工場のままの名残を残そうということで、ここは塗ってなくて、当時の作業のペンキの跡がそのまま残っているのがここです。もしその要所要所に、名残というか、父が廃業したわけじゃなくて、突然亡くなって、ここで現役で仕事してたんですけど、突然亡くなったので、まだ仕事できる年やったし、したかったやろなみたいなのもあって、できる限り残せるものは残そうみたいな感じで残しました。今お店になってる奥まで全部工場だったんですね。その途中に仕切りをつけてもらって、ちっちゃい小屋を建ててパン屋にしたんですけど、一番奥まで鉄工所だった感じです。厨房の工場の名残でいうとどちら？父が書いてた字なんですけど、ここ最初なんかで埋めようって言ってたんですけど、いやこれは残そうって言ってくれて、父親がなんか書いてた文字をちょっと残してますね。ここぐらいかな、残ってんの。あそこにもともとこう囲いがあって、あそこは事務所になってまして、それはそのまま使ってます。はい。なんか使えるものは使おうって言ってくれて、本当にこんなんとかもすごい今となってはめちゃくちゃありがたいですね。父が使ってたやつをそのままなんで。でもなんかお父さんも感じるというか、なんかふと文字が目に入ったりとか、頑張れるじゃないけど見られてる感もありますね。見守っていただいて、そうですね。いやなんかね、お客さんは喜んでるよって言ってくれはるんですけど、なんかこんなに仕上がってって最初は思ってたんですよ。怒ってるかもなみたいな。でも今となってはね、そのままもう何にも手つかずで置いとくよりは、こうやってね、皆さんこうやって集まってくださるような場所になってよかったかなとは思いますけどね。一つのもうコミュニティになってますからね。そうですね。それを作ったのはまたすごいですね。こんなことを想像しては作ってないけど、結果そうなって本当嬉しいです。はい。場所もちょっとね、一方通行の道で、知る人しかこの道前を通らないですね。で、宣伝とかもせずに始めたんで、お客さん来てくれるんかなみたいな不安はすごいあって、気づいたらね、もうこの8年超えて、本当おかげさまでとしか言いようがない感じですね。はい。今後どういったお店にしたいみたいな、それか後藤さんの今後の人生、どんな人生を送りたいみたいなのあるんですか？いやもう本当に現状を可能な限り続けたいっていうだけですね。もうよくは言わないんで、今ぐらいのペースでやっていけたら一番ありがたいですね。細く長くって感じで目標です。
天球32万人パン物語。いただきます。いただきます。桃ありますよ。桃？すごい。おいしい。